こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリによる筋電図の分析3と題しをお送りします。この動画の内容は前回までの流れと平滑化処理について説明を行い、その後表示範囲を選択してグラフ表示する方法、マーカーを用いて区間を選択しデータを分析する方法について解説していきます。前回の動画ではレンズデータをコラボに取り込み、それを処理した上でそのデータを整流処理まで行いました。それでは次に移動平均処理について解説していきたいと思います。それでは前回までやった部分をもう一度実施します。そして、移動平均を出してみたいと思います。まずファイルをアップロードします。そしてこちらの方に、出てきますね。で、このファイルをこちらでまず読み込みますね。で、読み込んで、こういう形で読み込んだ状態でしたね。そして次に列名の選択と変更をここで行って、この3列を読み取りました。そして、次に時間軸と筋電図のデータを変換して、これが秒ですね。こっちがミリボルトに変換した状態になりました。そこで、折れ線グラフをこれで書いてあって、ここの、5ミリボルトシフトしているんで、それを基線を0に、こう設定したデータですね。そしてそれを細秒化します。そうするとこう基線があった状態になるんですね。で、他のデータも表示してみるとこういう状態で積分値も表示できています。それで、整理処理をここで、行うとこういう形でプラス側だけ、残った状態になっているっていうのが、前回まででしたね。で、移動平均を今回行うということで、ここにコードを書いてますけども、ここで新しいのがですね、この部分になってきます。こういうようなフォームの部品ですね。これをこう2つ入れています。3つですかね。タイトルとして欄、ここに表示する部分とオート欄というのはここが変わるごとに、このブロックを再実行するというようなものになってきます。で、これですね、ここはドロップダウンボックスになってますね。で、ここで選んだのがこの変数、項数に、代入されて、ここの今11項になってますけど、11項移動平均を計算するというのがですね、こちらの方の、ウィンドウでですね、実行されます。ここにウィンドウに、11項が代入されて、ここで移動平均を行ってグラフ化するという処理をここで行っているんですね。で、ここで実行すると、こういうような形で11個移動平均という形で出てきます。で、ここでこれをですね、例えば31個移動平均、これ変えると自動的に、ここが実行されて、項数が多い移動平均がここで表示されるっていう結果になってきます。で、先ほどのですね、ドロップダウンボックスとか作る場合には、この挿入タブの中からフォーム項目の追加というのを選びます。そうするとタイプとしてインプットとかドロップダウンとかスライダー、マークダウンとかそういうのを選ぶことができます。例えばさっきやったのはドロップダウンを選びました。で、ここで
例えばローにして、ここで10で追加20、ここで20追加30というふうにして保存すれば、こういうコードとして表示されて、こちらの方にですね、ドロップダウンボックスが設定されるということになります。これを変えると、こちらの方の変数にこの値が、入ってくるというような形となってきます。移動平均のプログラムについて説明します。2行目は、ドセルの上にタイトルを表示してフォームオブジェクトが実行されるたびにこのブロックを再実行するオートランを設定しています。フォームオブジェクトはここではドロップダウンボックスを使って3、7、11、21、31、51を選択できるようにしています。そして整理された波形は9行で変数 BF に代入しています。このデータを移動平均を求めるコードが8行となります。bf.rolling としてウィンドウに移動平均の工数を設定しています。工数は4行で選択された値となってきます。結果は move_AV 変数に代入されます。この移動平均された値は Y 系列に設定し、時間軸を EMG データの SEC として13行以降で折れ線グラフを作成しています。それでは先ほど移動平均で出された平滑化されたデータについてですね、今度はこの表示範囲を、ここで選択して、実行する様子を見てみましょう。今回はスライダーボックスで、下限と上限ですね、X ミニと X マックスの範囲で、表示するという形でプログラムを作っています。まずは実行してみましょうか。これは0から7秒ぐらいですね。例えばこちらが0ですね。こちらの方が 7.5 秒ぐらい選ぶと、これを実行すると最初だけ1回実行します。そうするとこういう形で0から大体 7. 何秒か表示されましたね。で 7.5 秒ですね。でこれをこういう形で 3.3、 こっちが 0.5 秒からとすると、ここで再実行されて、こういうふうな形で、その範囲のデータが表示されるというプログラムになってきます。こちらも先ほどの、挿入のこのフォーム項目で選んだのがここに、コンポーネントが表示されています。これを編集するにはですね、こちらの方の鉛筆ボタンを押すと、こういう形で変数名、これでスライダーで、最小値と最大値を入れて、あとステップですね、0.1 刻みにで、動かすことができるというような設定になっています。で、コードがこれがここの部分で自動的に入ります。でこちらの方 XMAX はこちらの方に入るということになってきます。そして先ほどの、データですね、移動平均を Y2 の方に、入れています。そして、ここで、X、プロットで X 軸変わらなし、そして Y2、これが移動平均された波形。そして、X リムで、こちらで設定した値をここに入れていますので、この範囲で表示されるということになってきます。そしてその値を元にですね、データの何番目から何番目までっていうのを
ここで計算して、これかける1000というのは1秒間に1000個測定されているので、これを1000をかけてやります。それをもとにこの区間の統計値をこちらの方で出しているということになってきます。で、こちらがですね、積分値ですね。はい、そういう感じになってます。次に表示範囲を選択するプログラムです。こちらはもうオートランを使ってフォームオブジェクトのスライダーが動かされるたびに表示範囲を選択できるようにしています。一つのスライダーで x アンダーラインminで、これは表示加減を示す変数です。x アンダーラインmaxは表示の上限を示す変数で、これらはスライダーより値を代入します。そして9行目から始まるコードで、タイトル、ラベルを設定します。そして13行目でグラフを表示します。この時15行目でスライダーから得られた値によって X 系列の表示範囲を限定しています。後の行はこのデータを用いて何番目からデータが表示されているかどうかの情報を21行22行で取得しています。21行では表示の下限を R アンダーラインminに、22行で表示の上限を R アンダーラインmaxに取得しています。これを用いて統計値を求めるプログラムがこのスライドのようになります。表示範囲のデータを23行で取得し、このデータフレームに対して各統計量を計算しているのがこのコードとなります。こちらのコードは積分値を計算するプログラムとなっています。積分値は台形の面積を合計した値となります。それではマーカーで区切ってその区間を分析するプログラムですね。先ほど大枠で、だいたい拡大とかできました。そしたらこの中の例えばこの波形について分析するには、例えば、0.6 秒から 1.5 秒とかそういうような形で、行いたいですね。そういうようなものに対してのプログラムになります。で、ここをちょっと非表示にします。ここ非表示にすると、このスライダーとこちらのグラフが近くなりますね。そこでこれを例えば 0.5 秒、そしてこっちが、1.5 秒ぐらいしますか。 1.5 秒。そうするとこういうふうに、この線が動いてこの区間のデータが分析されるっていうプログラムになってきます。で、コードを表示すると、まずここで、タイトルですねのところでこれを表示して、ここはオートランされます。で、これを動かすごとにここは実行されるということですね。そして移動平均が Y2 に入って、Y2 の最大値をここで求めてやって、こちらの方ですね、のスライダーの値が X ミニと Y マックスに入ります。そしてこちらの方で、グラフを書いていきます。その時に、マーカーも書く必要がありますので、マーカーっていう、データフレームを用意して、1本目のマーカー、2本目のマーカーというような形で座標値を入れます。そして X ミニと Y、X マックス2本の、座標ですね、X 座標、そして Y 座標が0から、移動平均の最大値、をここに設定していきます。そうするとこの高さが移動平均の値の最大値となってきます。
そしてそれを設定したら各変数に、こちらの方ですね x1 y1、x2、y2 っていうのを入れてやって、それをプロットしてやるということになりますね。これで線を描くということになります。そして後の部分は計算について同じですね。同じ方法で、計算してこちらの方の区間の統計値をここに求めるということができます。こちらはマーカーで区間を選択して区間内の分析を行うプログラムになります。こちらも2行目でフォームオブジェクトが実行されるたびにこのブロックを自動実行するように設定しています。3行目で y2 に移動平均の値を入れています。そして先ほどと同様に y2 に移動平均の最大値を入れています。6、7行目は先ほどと同じスライダーを設置して下限、上限値を取得しています。今回はこれを使用してマーカーを動かすように設定しています。マーカーの座標は17から18行目のデータフレームで設定を行っています。これを用いて23行目で下限のマーカーを表示し、25行で上限のマーカーを表示しています。これを14行目で表示した移動平均のグラフと重ね合わせることにより、どの区間を分析するかを決めていきます。そしてこちらの統計量を求めるプログラムについては先ほどと変更ありません。以上が今回のプログラムとなります。今回は前回までの流れと並活化処理について、表示範囲を選択してグラフ表示する方法、マーカーを用いて区間を選択し、データを分析する方法について解説しました。次回はインタラクティブなグラフ操作が可能なプログラムについて掲載予定です。ご視聴ありがとうございました。